皆さんどうもこんにちは、ポルです。イエイ。はい、というわけで今回のビジュアル系のお話なんですけども、パルが日頃思ってたことで、もしかしたらめっちゃ私もそう思うっていう子がいるかもしれない説です。ズバリ、なんでビジュアル系バンドかっこいいほど売れてない説です。まあメジャーなバンド、人気あるバンドさんのファンからしたら別にそうは思わないのかもしれないんですけど、パルをはじめマイナー組からすると、世には出てないけどかっこいいバンドがその辺にゴロゴロいるんだぞと言いたいんですよ。多分マイナーバンドが好きで追いかけてるっていう子からしたら、なんでこんなにかっこいいのに動員増えないのとかって思ってるんじゃないですかね。全然売れてるバンドよりも見た目も曲もいいのに結果が出てないっていうバンドザラにいます。これ別に売れてるバンドをディスってるわけじゃないですからね。目を向ければいろんなところにいいバンドが実はいるんだよっていうことです。自慢じゃないですけど、パルの友達のバンドはみんなめっちゃかっこいいですからね。曲もステージも本当にかっこいい。じゃあその友達売れてんのって言ったら、正直みんなめっちゃ苦労してます。いや、ビジュアル系としてはそれなりにオリコン入ったりワンマンツアーしたりちゃんとした活動はしてますよ。ただ理想と現実の話をしてしまえば、やっぱりみんな満足はできてないよねっていう話です。これはパル自身がバンドをやってた時にも言える話ではあります。よく仲間内のバンド同士では実際そういう話はしてて、特にセッションとかで、別バンドのメンバーさんとバンド組む時にそんな話題になるんですけど、やっぱりみんないろいろ試行錯誤しながら新しい試みとかよりいいクオリティを出してバンギャにアプローチはかけてるんですけど、ただなかなかうまくいかないよねとか厳しいよねとかって傷の舐め合いみたいな話になります。お互い励まし合っているような感じになってますね。で、バンギャの子からしたら、このバンドもうちょっとここをこうしたらすごく良くなるのにとか、これがなかったら通ったのにとかっていうのもあるかもしれないですね。例えばメンバーの見た目的にキラキラ系だけどコテをやった方がいいのにとか、ファンの治安が悪くなければ通ったのになとかね。実際のところバンド側からすると、ただ普通に活動していくだけでもスケジュール的にも精神的にも追われてるから、一個一個の問題とか課題に面と向き合ってっていう余裕はほぼほぼないんですよ。バンドマンをサラリーマンに例えたとして、労働時間、働いた時間を計算すると、要は曲作りとかツアーの遠征時間とかスタジオの時間とかライブの時間とか、そういった活動を全てサラリーマンに例えると、もうね、超絶ブラック企業で働いてるぐらい過重労働、働きすぎなんですよ。もはや自分たちを客観的に見る余裕はないですよね。パルも今でこそこうやっていろいろ冷静に考えられるようになってこんな動画出してますけど、現役の頃はもうまずそこまで考えられる気力とか体力っていうのが全くなかったです。だから今みんなが応援してる本命さん、たまに変なことをやらかしたり言い出したりするかもしれないんですけど、ちょっと疲れてるんだろうなとか、いろいろ悩んでるんだろうなとかってちょっと多めに見てやってください。そんな時に厳しく意見をするとかえって逆効果になることがあるんで、一旦様子を見てやった方がいいと思います。みんなの想像以上にバンドマン日々悩んでます。で、パルなりに売れる売れないの違いを分ける要因を分析してみました。もちろん事務所の力云々っていうところも大きいし、メンバーのセンスとかコンセプトも大事だけど、さらにもう一つの要因として、果てしない努力や苦労をしてきた結果輝けてるバンドとして人としての生き方がファンに共感を得られたバンドが人気が出てるんじゃないかなって思いました。いい例はゴールデンボンバーじゃないですかね。笑顔の裏にある数々の苦労っていうのが垣間見えますからね。変にカッコつけたりもしてませんしね。ちなみに売れてようが売れてまいが、どんなバンドでもかなりの苦労はしてきてます。ただそれがファンに伝わるかどうかっていうのは
バンド次第っていうところですね。すごくかっこいい系のバンドって基本的に弱いところを見せにくいっていうか、隙がないっていうパターンが多いじゃないですか。研ぎ澄まされたクオリティとか世界観っていうかね、その隙のなさがかえって弱点っていうか、逆に入り込みにくい時代になってきちゃったのかなって思います。完璧を演じるがゆえにファンに弱さを見せれない、常にポーカーフェイス、喜怒哀楽を感じられない人ってちょっと近寄りづらいじゃないですか。昔と今が違うなって感じる部分としては、前はやっぱり世界観とか威圧感とかアーティスト感ムンムンみたいなバンドが好かれてたんだけど、今はやっぱり SNS の時代で、いかにバンドマンであるかの以前に俺たちも人間なんだぜっていう人間味が大事になってきてるような気がします。そこがファンがつく要素に大きく関わってるのかなっていうふうには思ってます。だからバンドの世界観プラス人間味っていうところですかね。バンドの曲聴く前にツイッターで見て、この人のキャラおもろみたいな感じになってファンになるとかって普通にありますもんね。結局バンドでありながらバンドじゃないところも大事になってきたっていうか、むしろそこが大事みたいな。まあ総じてパルが何を言いたかったかっていうと、有名無名問わずいろんなバンドに接してみると新しい発見とか好きなバンドが見つかるかもしれないですよっていうことです。共感してもらえたかは謎なところではあるんですけども、何か感想があればコメントお待ちしております。足跡程度の見たよっていうのも嬉しいんで、ぜひぜひよろしくお願いします。高評価とチャンネル登録も励みになって喜びます。ぜひぜひお待ちしております。はい、というわけで今回も最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイチャー。